シーサーです。今日はユニのクルトガウッドを徹底レビュー。価格は税込み3850円。カラーはフォレストグリーンとスチールグレーの2色展開。真径は 0.5mm のみの展開です。今年3月21日に発売された最新のクルトガです。実は発売されたばかりの時はなかなか買えなかったんですが、やっと買えてやっと紹介できる日がやってきました。2色とも購入できたので、色の違いも含めて徹底レビュー。それではやっていきましょう。まずはクルトガというシリーズについて簡単に解説。時を遡ること2008年、最初のモデルであるスタンダードモデルが発売。一角一角書くごとに芯が回転し、常に芯が尖りながら書くことができるという画期的なシャーペンで、クルトガは学生を中心に爆発的なヒットを収めました。累計販売本数はなんと1億本以上。スタンダードモデル登場後も様々なモデルが登場してきました。そんな中、2023年にクルトガスタンダードモデルの改良版として KS モデルが発売。初代のスタンダードモデルと比べ新しいエンジンを搭載することで、ガタつきを小さくし、より書き心地を良くした現代のスタンダードモデルとなっています。その KS モデルの純粋な上位版として登場したのが以前レビューしたクルトガメタル。今回のクルトガウッドはクルトガメタルの兄弟モデルであり、クルトガシリーズで初めて木製グリップを搭載したモデルだ。クルトガメタルが2750円、クルトガウッドは3850円。グリップが木になっただけで1100円も上がるということで、その価格差が見合ってるのかっていうのも気になるところです。クルトガウッドのコンセプトは、ぬくもりと聖地の調和。時を重ねるごとに愛着の増す唯一無二のデザイン。木軸の筆記具が文房具好きの間で定着した2025年、三菱鉛筆が木軸のクルトガを投入してきたということで、あの大手が作る木軸ペン、どんな完成度なのか、実際にクルトガメタルとどのようなところが違うのか、など開封しながら見ていこうと思う。では、開封していきます。この化粧箱すごくシンプルですね。全部紙でできていて、プラスチックの窓もついていないので、箱の外からペンを触れてしまいます。それではご対面しましょう。こちらがユニのクルトガウッドスチールグレー、フォレストグリーンでございます。税込み3850円。2色合計で7700円です。まずこのペンの第一印象ですが、このグリップの触り心地が結構独特だなと思います。指で触れると、この木の導管が結構ザラザラと伝わってきます。導管とは木が生きていた時に水とか栄養を運ぶための管なんですが、木によって導管の太さはバラバラです。導管が太いほど削った時に凹みになりやすく、粗めなザラザラとした触り心地になります。個人的にはこの触り心地はあまり好きではないですね。見た目はアルミと木のツートンカラーがすごくおしゃれです。アルミもかなり落ち着いた色になっているので、木のぬくもりとかなりマッチしています。スチールグレーは少し青っぽいグレーです。どこか幻想的な月明かりに照らされた夜の森の中にいるような気分です。フォレストグリーンは生い茂った樹海のような生命力を感じる森の中にいる気分になれるデザインです。どっちのカラーがいいかは正直好みだと思いますが、僕はフォレストグリーンの方が好みです。スペック解説していきます。重量は 18.6g。クルトガメタルより 1g 重たいです。全長は 145mm。クルトガメタルとほぼ同じ。グリップの直径は 9.5mm。万人受けしやすい太さ。重心は先端から 66mm。クルトガメタルが 67mm なので 1mm だけ低重心です。スペックまとめるとクルトガメタルとそんなに変わらないですね。金属がボディに使われていますが低重心になっていて、かなり実用的なスペックしてるなと思います。それではデザイン見ていきます。まずはカラー。フォレストグリーンとスチールグレー、非常に絶妙な色味になっていて、クルトガメタルのカラーとも若干違う。例えばクルトガメタルのファントムグレーとクルトガウッドのスチールグレーは、スチールグレーの方が青みがかった色味です。ファントムグレーは少し緑っぽいですね。正直三菱鉛筆の色の付け方、最近かなりややこしいので、1週間もすれば忘れちゃいそうです。続いてノックキャップ。天井にパンチング加工が施されています。パーツはクルトガメタルと共通。興味深いのがノック感。クルトガメタルとクルトガウッド、心なしかノック感が若干違う。
クルトガメタルは押した時にシャキシャキとしたノックした時のフィードバックが心地よく返ってきます。クルトガウッドはそのフィードバックが少し弱めに感じました。わかりやすく例えると、クルトガメタルは新鮮なキャベツをシャキシャキ切ってる感覚、クルトガウッドは茹でたキャベツを切ってるような感覚です。続いてはクリップ。シリーズ最高峰のクルトガダイブの DNA を受け継いだ金属製のクリップで、クルトガメタルと全く同じものが使われています。クリップは上に向いてて指に当たると痛いんですが、ペンの先端からクリップの先端までの距離は100ミリ近くとかなり上の方にあるので、握ってる時に指に当たるってことはまずない。続いてはボディ。ボディはアルミ製。表面にはアルマイト加工で染色されています。このボディをかなりズームして見てみます。そうするとものすごく細かい横方向の凹凸加工が施されています。この加工は引き目加工と言います。指で擦ると指紋が引っかかってキュキュッとなるような非常に滑りにくい独特な加工です。さらにブラスト加工も施されている。細かい砂のようなものを高速で当てることで表面をザラザラにしマットにさせています。ただのアルミボディではなく、かなり加工に手間がかかったボディとなっています。ボディ正面には 0.5 ユニクルトガと書かれていて、クルトガエンジンの回転が見れる窓が設けられています。ここら辺はクルトガメタルと全く変わらないですね。そしてこのペンの主役であるグリップを見ていきます。このグリップにはウエンジュという木が使われています。アフリカが原産のマメ科の広葉樹で、非常に密度が高く重厚で硬くて強靭な性質を持つ高級な木材です。ただこのウエンジュ、実際に触ってみるとかなり導管が太いので、触ってて結構デコボコを感じてしまいます。このデコボコ感伝わりますでしょうか？結構至るところがボコボコと凹んでいるので、あんまりこの触り心地僕は好きじゃないです。ガサガサすると言いますか、木肌が荒いと言いますか、ワイルド感が強いと言いますか、結構これは好みが分かれると思うので、一回買う前にこのグリップ触ってみるといいかもしれないです。木の触り心地って本当に色々あって、僕が好きなのは導管が細めでザラザラ感があんまり感じないものなんですよね。どうしても木肌が荒いとなんかスカスカしているような感じがして、あんまり好きになれないです。それからこのへこみの中にホコリとかが入ってしまうと掃除するのも大変そうです。あと三菱鉛筆でよく使われるピュアモルトっていう木もあるんですが、これも結構粗めなんですよね。三菱鉛筆もしかしたらこういう粗めな木が好きなのかもしれないです。あとめっちゃ細かいところなんですが、軸とグリップの中心が若干ずれてて、グリップがちょっと右寄りになってるのがわかりますでしょうか？木軸ペンってこういう現象が起こりやすいので、こういうものだよと思った方がいいかもしれないです。グリップの形状は KS モデルと同じように先端に行くほど広がる形状になっています。メリハリのある形状でかっこよく滑りにくい形状なので、これはすごくいいなと思います。クルトガメタルはストンと直線的な形状なので、この形状だけでもかなり印象が変わってきます。続いては口金。クルトガメタルと形状はほんの少し違いますが、ほとんど同じ形状です。それでは分解していきます。ノックキャップを外すと消しゴムが入っています。クリーナーピンはついていないです。グリップ回すと、この部分にほんの小さく黒いオーリングが巻かれています。これがあるおかげで書いてる時にネジが緩みにくいようになっています。クルトガメタルと兄弟みたいなもんなので、グリップの互換性あるかなと期待していたんですが、結論互換性は全くなさそうです。そもそも作りが全然違います。クルトガメタルはグリップの内側にネジが切られている。クルトガウッドは強度を確保するため、木製グリップの内側に金属製のパイプが埋め込まれ、そのパイプの外側にネジが切られています。木材と金属は強度が全然違います。金属と同じようなテンションで木製グリップを作ってしまうと、ちょっとした衝撃で割れてしまったりするので、しっかりと強度を確保させるため互換性のない作りになっています。口金を分解すると、ここにもオーリングがしっかりと入っています。ここもクルトガメタルとは全然違うパーツになっています。で、シルバーのこの内側のパーツも分解することができて、分解すると金属製のチャックが見れます。昔のスタンダードモデルはクルトガエンジンが前の方についていたんですが、クルトガの KS 以降、クルトガエンジンが後ろの方に搭載されています。それでは書いていきましょう。こちらのクルトガウッド、クルトガメタルと同じように、これまでのクルトガとは一味も二味も違う、より上質な書き心地になっております。どうしてこれまでのクルトガと違うのかと言いますと、その理由は2つあります。理由1つ目が、クルトガの KS モデルにも搭載されている新エンジン。で、もう1つが先端に搭載される2部ダンパー。
KS モデルから採用されている新エンジンによって、これまでのクルトガ特有の上下のぐらつきというのがかなり低減されています。さらにそこから2部ダンパーを搭載。ダンパーというと車のダンパーを想像する方も多いと思います。車のダンパーとは路面の細かな振動を吸収し、滑らかな乗り心地を実現するパーツのこと。そんなダンパーをまさかのクルトガに搭載。口金の先端にくっついているこの黒い樹脂パーツが2部ダンパーです。ペン先が沈むとこの2部ダンパーも連動して動いております。この黒い2部ダンパーと黒い口金の間にはグリス、いわゆる油が入っています。ペン先が上下する際、このグリスによってガタつきをしとっと吸収してくれます。そうすることでクルトガ特有のカチャカチャというガタつきを低減。現在2部ダンパーが搭載されているクルトガはクルトガメタルとクルトガウッドの2種類だけ。同じエンジンが搭載されている KS モデルには2部ダンパーは搭載されていないです。KS モデルと同じエンジンなので沈み込みの大きさは変わらないです。ですが2部ダンパーが衝撃を分散させることで本当にクルトガなのかと疑ってしまう滑らかでクルトガらしくない書き心地を実現しています。一方で書き心地はかなりソフトな感じになっています。ペン先がガチガチに固定されたペンと比べると物足りなさは少し感じてしまいますが、これは好みかなと思います。それでは5つ星評価をしていく。まずは軽快さ。星3つ。普通かなといった感じです。重量バランスすごく良くて低重心になっているので普段の勉強でもかなり使いやすいシャーペンかなと思います。ただクルトガという特性上書いている時に少しペン先が沈んでしまう。これによって本来のシャーペン以上に無意識に筆圧がかかってしまいます。それが軽快さを少し阻害しているような感じがしたので星3つとさせていただきます。続いて握りやすさ。星4つ。クルトガメタルでは星5つだったんですが、クルトガウッドは星4つとさせていただきます。握った時にクリップは絶対に指に当たらない位置にありますし、グリップの形状もすごくいいので、かなり握りやすいグリップだなとは思います。僕がどうしても気になるのが銅管。どうしてこんなに銅管が太いのか。指でどうなぞってもどうしようもなくザラザラで、この手触りにはどうにも同意しかねます。最後に書き心地。星3つです。クルトガメタルと同じくクルトガシリーズの中で間違いなく最高峰の書き心地です。クルトガウッドとクルトガメタルの書き心地は正直ほとんど一緒だと思っていただければ OK です。少しクルトガウッドの方がグリップが少し重たく、それでほんの少ししっとりとした書き心地にはなってるんですが、正直比べてみないと違いはほとんどないですね。多くの人が書いても不快感というのは全くないかなと思います。ただシャーペン全体で見るともっと書き心地が好きなシャーペンって僕いろいろあるので、もっとなんか合成感とか重厚感とかそういうのを求める人からすると、物足りないかなということで星3つとしました。最後にクルトガメタルとクルトガウッドどっちを買おうか迷っている人に僕はどっちをおすすめするのか結論を言いたいと思います。結論、クルトガメタルの方が僕はおすすめです。理由は2つ。理由1つ目、価格。クルトガウッドが3850円で、クルトガメタルが2750円ということで、グリップが木になったっていうだけで1100円も価格が上がってしまうんですよね。正直木のグリップって作るの時間がかかるので、1100円上がってしまうことに関しては妥当だとは思うんですが、メタルとウッドで機能は変わらないのに1100円も価格が上がってしまうっていうのは、学生さんからするとちょっと痛いかなと思います。理由2つ目はグリップです。個人的にこのクルトガメタルのグリップ本当にすごいんですよね。指紋から引っかかるようなグリップ力で、でも握ってて指が痛くならない。このグリップは本当に傑作だと思ってて、めちゃくちゃ握りやすいです。ウェンジュの凹凸感も個人的にあんまり好きになれないので、握った時のフィーリングもクルトガメタルの方が優秀。クルトガウッドのこの見た目と触り心地が好きっていう人は全然いいんじゃないかなっていうふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。